写真っていうのは時間が経つとまた違った意味がついてくる。その時は何とも思わなくても歴史が映っちゃうんですよね。10年、20年、さらにはもう50年とか100年とか経つと、すごい歴史的価値が出る。そういう時間との関わりを、持つ宿命を持ってるんじゃないかな、写真って。それがすごく面白いなと思って。やっぱりね、名機と言われているカメラが歴史的にもいくつかありますでしょ。それは、ほとんど使ってきたんですけれども、やっぱり最初から手に馴染むんですよね。使い勝手が非常にいい。僕が理想とするのは、そういうものもちろんそうなブランド物を持ちたいとかそういうことじゃなくて、やっぱりシンプルで、必要最低限のものは揃っていて、余分なものはない。それが僕にとっての最高な、相棒というかカメラだと思います。GFX102 の、そうだな、第一印象。まずね、かっこいい。前のはね、ここ軍艦部っていうのかな。これがまっすぐだったのが、モツ川の方にちょっと傾斜してるのね。すごいさりげない心遣いだと思うんだけど、これ非常に見やすいです。それとグリップがちょっと深くなってる。これボタンが3つここについてて、で露出補正もここにあるんだけども、すごく撮影中ファインダー覗いたまんまいじれるんで、使いやすいですね。実際撮影で使ってみて、フォーカスが速い、オートフォーカスの速い。これで中盤で撮れるっていうのは非常にいいですね。僕らの世代はずっと光学ファインダーで慣れてきたんで、もちろんフィルムカメラでしたから、最初はその電子ビューファインダーっていうんですか、抵抗があったし見にくかった。かなり画像も荒かったし、もうこれ全然違和感ないですね。そうですね、富士フィルムの色ね、フィルムの時代から癖がなくてね、すごく素直な色を気に入ってたんですけど、デジタルになってからもフィルムシミュレーションっていうのが入ってきてて、それをやっぱり受け継いでるなと。だから他のデジタルのカメラの癖じゃない富士フィルムらしいデジタルになってもね、色がちゃんと出てる。階調もそうなんですけど、それはいいですよね。若い時に写真と出会っちゃったんですね。でそれから暗室も作って、昼間外で写真撮って夜暗室にこもるっていう日々を写真と出会って以来続けてきちゃって、それが写真を僕から撮ったらきっと何にもないんで、なんかこう楽しく生きられる糧、そんな感じです。